どうもありです。今回はこの包丁、現在開発中の鋼材を使用した包丁を試すことができましたので、こちらをレビューしていきます。早速どんな鋼材かというと、安木鋼の新鋼材です。2025年のサンプル提供に向けて今開発中の鋼材ということで、まあね、ご存知の方多いと思うんですけど、安木鋼といえば、例えば白鋼とか青鋼とか銀酸とか ZDP とかハップとかね、ああいった鋼材を作ってる鋼材メーカー、まあ今ではプロテリアルという名前の会社なんですけど、そちらで作られた鋼材です。で、この新鋼材を使って家事をされたのがこの中川さん。大阪の堺内刃物の伝統工芸士ですね。こちらの中川さんが打ったもの。で、研ぎはというと、同じく大阪堺矢内さんという方ですね。矢内刃物製作所というところで研がれた包丁です。で、今回の動画というのはこの新鋼材を使ってみた感想。で、砥石に当ててみた研いだ感想。あと、その矢内さんの研ぎの特徴というのもお伝えできればなと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速ですね。まず包丁の種類から、こちら牛刀8寸ですね。で、全鋼、新鋼材の材質はステンレスです。なので安木鋼のステンレスといったら銀酸ですけど、その銀酸と比べてどうだったかみたいな話もねできればなと思います。で、形状はしのぎありのタイプの牛刀です。刃元の厚みは 2.8mm、切っ先側は 2.1mm という緩やかなテーパー構造です。で、刃先に向かってはしのぎまでは同じ厚みで、しのぎから刃先に向かって薄くなっているような牛刀ですね。で、やっぱりこのしのぎありのタイプの両刃のいいところっていうのは、刺身包丁みたいな感じで切り刃が決まってるんですね。なのでその変にね角度を変えずにピタッとね砥石に当てて研ぐことができるので、研ぎやすいっていうのが魅力ですよね。じゃあ逆にしのぎなしの牛刀、しのぎなしの牛刀のタイプって切り刃を研ぐ時、肉抜きする時、自分で角度を決めて研がないといけないんですよ。でもそれってある意味自由ってことなんですね。だから人からしたらそのしのぎなくて自分でね切り刃を決めることができるので、そっちの方が好きって方もいます。で、切る際もこの牛刀、このしのぎの位置がちょうどね幅の真ん中ぐらいになるじゃないですか。今から抜け感の話をするんですけど、抜け感で大事なのって刃先に近い部分の厚みなんですね。よくホームセンターとかにあるのは刃先付近まで峰の厚みがそのまま来て、で最後だけ刃がつけられてる。こういう包丁と今回のしのぎがね真ん中ぐらいにある包丁、もしこの2つを比べたら、同じ峰の厚みでこの2つ比べたとしたら、圧倒的に今回の包丁の方が抜けが良くなるのは分かりますよね。何の食材を切るかにもよりますが、例えば大根とか人参とかじゃがいもとかですね、ああいった硬くて背の高いものを切る時っていうのは抜け感のいい包丁じゃないと割れます。食材を相手にするこの包丁という刃物は、この刃先に近い部分の厚みがどの程度なのかっていうのがものすごく大事です。で、これ聞いた時に、じゃあ薄ければ薄いほどいいんじゃないのって思う方いると思います。わかります。僕もそう思ってました。でも違うんですよ。薄ければ薄いほど弱い刃になってしまうんですね。これ実際に薄くしすぎてしまったもの、これ見てわかる通り指の力だけで簡単にこうやって曲がるんですよ。これは金属なのでちょっとイメージしづらいかもしれないんですけど、例えば木材として考えてみてください。薄い木材ってこうやってやるとたわみますよね。本当にそんな感じで金属も薄くしすぎると、もう指で簡単にこうやってたわむような、そんな感じになってしまいます。だからその鋼材が持つその耐久性を考えたその厚みとか角度のバランス、これを見極めることが大切です。はい、では次、ここから皆さんが気になるこの新鋼材の特徴、感想というのをお伝えしていきます。結論言うと銀酸ですね。銀酸を知ってる人だと分かりやすいと思います。感覚的にはあれの上位種になるのかなっていう感じです。実際には分からないですよ。実際にはそのメーカー側がどのような立ち位置で出してるとか僕は知らないので、その特徴とかは別に聞かされてないので、僕が使ってみた、研いでみた感想ではあるんですけど、ほんとかなり切れます。鋼並みに切れます。で、研ぎも問題なくできる。そしてめっちゃ長切れします。で、錆びにくいという印象でした。約ね3ヶ月ほど使い続けたんですけど、本当に刃物用、包丁用の鋼材としてはめちゃくちゃいいなと思いました。ただ1点、最後の錆びに関して、耐食性に関して言うと、こちらですね、見ていただくと分かる通り少しね変色が見られました。なので耐食性に関しては銀酸よりも低いのかなという感じです。今もねずっと使ってるんですけど、やっぱりねちょっとちらほらね変色が見られるんですよね。粗く研がれてる部分はねちょっとそれが見られるんですけど、やっぱ細かい板って当てると基本的に本当に全然錆びにくいような感じで使えますね。はい、という感想です。では次、先ほど言った切れ味と研ぎについて。まず切れ味について、これね本当にさっき言った通りよく切れるんですよ。鋼なのみたいな、そのくらい気持ちよく切れてくれます。切れ味のいい包丁でちゃんと切れる切り方をすると、切り口の角の立ち方はもちろんですけど断面を見てほしいです。
断面を見ると包丁自体の切れ味と切り方がうまいかどうかが分かります。断面に関しては水分が出ないんですよ。その光の反射でツヤツヤに見える、宝石みたいに見えるだけであって、切れ味悪い包丁で切った時のそのジュクジュクした水分というのは出ないです。なので切れ味良くて切り方いいとこんな感じの断面になります。これはぜひ料理屋さん行った時にも見てみてください。料理出されたらまず切り口と断面を見る。それでそこのお店がね、ちゃんと包丁の手入れがされているかどうか、こだわりがあるかどうか、切り方がうまいかどうか、鋼なのかステンレスなのかっていうのも分かったりします。こういう見方をするとより食事を楽しめたりとか、やっぱりね、学びにもなるんですよね。ただここで注意点で僕がね強く伝えたいのは、切れ味いいという状態が正義ではないです。これは料理人がどういう味を表現したいかによって使う砥石だったり刃の付け方だったり鋼材だったり切り方っていうのは変わります。なのであえてね味を強く感じさせたかったりとか、あえて断面を荒らして味を染み込みやすくしたかったりとか、そういったことはそういうのは包丁で調整可能なんですよ。包丁は調味料だから。だから何でもかんでもね仕上げ砥石に当てればいいってわけではないです。だからこそお店行って自分が作らない料理を食べた時に、あ、これ中戸止まりだけどここまで美味しいんだとか、この舌触りありだなとか、この香りの出方はどんな包丁で切ったんだろうとか、そういったね新たな発見があるんですよ。なのでそういう楽しみ方もぜひおすすめです。はい、ではここで一つメロンの飾り切りを紹介します。パーティーカットというものなんですけど、パーティーなんかの時にぜひやってみてほしい切り方です。まずはメロンの天地を落とします。天地を落とす時も全ての切る工程において刃渡りを大きく使うということを意識してください。包丁は真下には下ろさないことが基本です。切り方って本当に大事で、切り方がなってなかったらその包丁の切れ味を全くと言っていいほど実感できないです。もったいないんですよ。包丁はつくか引くかの前後の動きです。真下への動きというのは巻き割りと一緒で、ただ裂いてるだけで、僕から言わせるとそれは切ってるとは言えません。とにかくつくかそれか引くかという刃渡りを大きく使った前後の動きで切る。そうすればその包丁の良さというのを初めて実感することができます。はい、でこのようにメロンをね8分の1の状態にまでします。そしたら皮目に1センチほどの深さの切り込みをこのように両サイドに入れます。で2本の線の切り込みが入ったら、側面の断面から今入れた切り込みに向かって刃を入れていきます。そうすると角の部分がねこのように取れました。で反対側も同じように切ります。でさらに切り方について、飾り切りは特にどの切り方もですが、自分がやりやすい体勢、食材の向きというのを常に模索しながら切ってください。食材をまな板に置く位置とか、あと向きで切る方向だったりとか安定感っていうのは全く変わってきます。なのでそれを常に考える。こっち向きに置いたらどうだろうとか、こっち向きに置いたら切りやすかったとか、包丁の切る場所変えたらこんなに切りやすくなったとか、こういった切りやすさの追求ですね。僕は今でも研究中だし、もうこの研究が終わることはないです。だからこそその切り方に特化した包丁はどんなんだろうとかっていうのが見えてきます。これ本当面白くて、立って切るのか座って切るのかとか、食材を置いた方がいいのかとか、空中で切った方がいいのかとか、こういったいろんな環境によって変わるので、ぜひその切りやすくするための追求というのは意識しながらやってみてください。で両サイドの皮が切れたら真ん中の部分だけが残った状態ですよね。ここから引き切りで食べやすい大きさに切っていきます。注目してほしいのは引き切りという点と切った後の状態です。包丁の種類にもよるんですけど、包丁って抜けの良さが切っ先側にあるか、それとも刃元側にあるかで切り方は変わります。考え方はシンプルで、刃先に近い部分の厚み、ここが切っ先側の方が薄ければ引き切りした時に抜けはいいです。なので包丁の特性を理解して切り方を変えるのが一つと、このように切った後綺麗に並べたい場合、包丁を立てて、そして切っ先だけがまな板に触れるように切ると、最後食材が切れる瞬間というのは包丁にくっついてないんですよ。つまり包丁にくっつかないんですね。切れたと同時に離れるからバラバラにならないんですよ。この切り方はぜひいろんなことで活用できるのでやってみてください。でポイントとしては、食材の形によって安定しにくいっていう場合は、このように左手の人差し指を添えてあげるとより切りやすくなります。この切り方をするとね、盛り付けまでの作業は楽ですよね。あとまな板の上をごちゃごちゃにしないということも常に意識してください。もうほんとこういうの大事です。はい、ってことで完成ですね。こんな感じで残した皮の部分、これが持ち手となって食べやすくさせたメロンのパーティーカットです。ぜひやってみてください。はい、では研ぎについて、今研いでるのは対馬砥石です。最近の新しく出る鋼材って粉末ハイス系のものが多かったりとか、すごく硬いものが多い印象ですね。だからこれも硬いのかなと思ったんですけど、そこまでです。確かに硬いは硬いですけど、そこまでそこまでは硬くない。この辺は銀酸と近いような印象ですね。ステンレスでも研ぎやすいような分類で、この対馬砥石バンテリ
で言うと2000番相当なんですけど、砥石に当てた感じも硬すぎずで、刃付けした時にしっかり返りも感じられて、スーパーゴールドとかに比べたら滑る感覚っていうのはそこまでなく研ぎやすい鋼材でした。で、相性がいいなって感じたのはこの刃の黒幕オレンジの1000番ですね。ほんとしっかり削れてくれます。はい。で、この包丁の形を作ってくれた矢内さんの研ぎについて、これはこの前の動画の本場付けについて、新品の包丁ってこんなんなってるんですよっていう動画につながる話で、やっぱり本場付けされてない以上切り刃がピシッとねいきなり砥石に当たることはないですが、そのムラ加減、へこみ方だったりとかエクボの深さだったりっていうのは職人によって変わりますだし、あえてその形状にしてる方もいます。例えばフォローとかね、あえてへこませた形状があるんですけど、そういった形状にわざとしてる方ももちろんいます。で、矢内さんの時どんなだったかっていうと、もうめちゃくちゃフラットに近いです。つまり僕が求めてる整地、ゴールとしてる整地はほんのわずかな時間でできました。わずかといってもね30分ぐらいはかかったんですけど、30分でできたら異常とも言えるほど早いです。これはね僕からしたら嬉しいですね。その切り刃をね綺麗に仕上げたい人からしたら矢内さんの研ぎっていうのは非常に好みの方多いと思います。ほんと何度も言うんですけど、この整地がとにかく大事で、整地するまでは大変なんですけど、一回整地ができてしまえばあとはずっと楽しいんですよ。ぜひねこの前の動画もセットで見ていただけたらと思います。ちなみに今研いでるのが天然砥石の天草という熊本県の天草市で採れる天然砥石です。これはね天然砥石をやり始める最初の砥石としては一番ねおすすめかもしれないですね。今まず手に入りやすいこと、そして安いこと。これ Amazon でも売っててね、松永砥石さんから出てたりするんですけど、ほんと2000円程度で買えます。なので天然砥石で研いだことない人は最初のね天然砥石としてはおすすめです。沼へのね入り口砥石とでもあると思うんですけど、おすすめですよ。天草ほんといいです。僕はすごく好きな砥石です。天然砥石には絶対手を出さないと言ってた頃が懐かしいですね。もう今では大変なことになってます。はい。もう少し天然砥石について注意点。どの天然砥石もそうなんですけど、天然に当てる前に腎臓でしっかりと整地した後研がないと天然砥石の良さは実感できないですからね。全く楽しくないんですよ。ムラが目立つばかりで全然楽しくないです。なのでまずは腎臓でちゃんと整地をすること、ちゃんと土台を作ること、そしてから天然に移行した時に初めて天然の魅力に気づきます。これね見てわかる通り天草でもそれなりに腎臓の傷が消えます。すごい綺麗ですよね。最近はねこの天草、伊予、対馬で何らかの吹田で内曇りみたいな、そんな感じの順番で仕上げることが多いですね。ちょっとね何言ってるかわからない人はすいません。で、これは内曇りの天然砥石で刃付けをしてます。やっぱねこの鋼材帰りもしっかり出て刃がついてくれますね。あとこれ、全鋼なので歪みにくいというのも本当に魅力的です。商品化される時に全鋼で出るか合わせで出るかとかわからないんですけど、やっぱ全鋼っていいなって思います。本当歪みにくいっていうのが最大の魅力です。はい、ということで以上です。改めて今回の安木鋼の新鋼材、本当に包丁として素晴らしい鋼材だなと感じたので、早くね世の中に出てほしいなと思いました。いつ出るかわからないんですけど、2025年のサンプル提供に向けて現在開発中ということで、ここからさらに変わるかもしれないということで、本当に楽しみにしております。あとこれを打ってくれた中川さんともお話ししたんですけど、この新鋼材を初めて誕生したのが中川さん、そして初めて切ったのが僕っていう、これはね特別な嬉しさがありました。中川さんにはね本当に感謝していて、今の僕の潜入オイリっていうその日本各地のね職人を訪ねるっていうコンテンツがあるんですけど、中川さんはそれの第1号なんですよ。もちろんね古参の方はもう昔から見てる方はご存知だと思うんですけど、本当にもう始まり、潜入オイリのきっかけの存在の方です。あれでやっぱり火がついて、僕もね旅するのが楽しくてしょうがなくて、もう職人がもっともっと大好きになっちゃって、でやっぱその動画もたくさん見られるようになって、でYouTuber としての今の僕があります。だから本当にね中川さんと何か一緒にできるとかものすごい嬉しいんですよね。本当に中川さんいつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ではこの中川さんインスタグラムぜひフォローしてほしいんですけど、インスタでね僕との絡みもたまにあったりとか、あと中川さんからの発信でその新しい包丁の情報だったり、限定でこんなの作ってますとか、包丁の価格が上がりましたとか、たまにプライベートのことだったりとか、そういった発信もしてくれてるので、ぜひねインスタをフォローしてみてください。概要欄に載せておきます。はい、では最後に1点お知らせです。ほんとつい先日8月31日からメンバーシップというのを開始しました。メンバーシップというのはその YouTube の機能にある一つなんですけど、一言で言うと僕を応援してくれる、僕を応援できるファンクラブみたいな、そんな感じです。それに加入するとどうなるか、まずバッジがつきます。そして特典があります。バッジっていうのは多分ね出てると思うんですけど、こんな感じで僕の動画でコメントをすると、そのアカウント名の隣に公式バッジみたいに僕オリジナルのバッジがつくんですね。
このバッジは継続年数によって変わります。なので見る人からしたらね、この人めっちゃ子さんやみたいな、そんなことが分かったりとか、あと特典ですね。例えばメンバー限定の配信だったり、あとオフ会だったり、あと僕研ぎ直しサービスもやってるんですけど、その割引だったりとかっていう特典を作ってて、これはね始めたばかりなので、ちょっと今後やりながらいろいろ更新できていけたらなと思います。で、大事なのがここからです。このメンバーシップで得た収益というのは、僕がね将来建てる包丁博物館、この資金として使用します。もう本当にね、包丁博物館ってもうただの包丁博物館じゃないんですよ。もう体験型包丁博物館です。僕の持ってる砥石だったり包丁っていうのをもう自由に扱っていい場所だったりとか、なんか包丁作り体験とか、そういったのをねできる建物を建てたいんですよ。それが大きな僕の夢の一つなんですけど、その資金として使わせていただくので、ぜひ応援していただけると本当に嬉しく思います。よろしくお願いいたします。メンバーへのね入り方っていうのは下に概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからよろしくお願いします。ってことで終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。